近藤仁さん、当時14歳。爆心地から約 2km 離れた南関音町で被爆しました。そうよね、5時頃に起きたでしょうね。5時頃に起きて、それからご飯食べて駅へ行って、八丁松駅へ行って、駅から今度は汽車ポッポへ乗って行って、それで広島駅で降りて、それ空襲警報がね、あの時 B29 が飛び降るのを見たんですよ。それでそれが解除になったもんだけね、解除になって、広島駅で見たんよね、あれが。広島駅で解除になったのを言って、それで電車に乗って、それで電車で行ったんです。それから天満町で降りて、それで学校行ったんですけどね。学校へ着いて、学校の校舎の間におったんです。それで、ドーンってピカロンが落ちた時には、屋根瓦が今度はね、ザザ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 ザ落ちるんですよね。落ちるんじゃがね、ちょうどわしが校舎について歩きようと思うんだけど、こっちバチャ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 落ちて、板だけ壁の板だけが爆風でパーンと飛んで、それがその上をどうしても歩かないけんけ歩いてしょって踏み抜きをして、わしが怪我したいうのが踏み抜きぐらいのもんですよ。釘で上向いとるけんね、それで踏み抜きしたぐらいです。とにかく上の瓦が落ちてくるな、ちょっと恐ろしかったですよ。学校の前の方の家もね、民家もめなこへ斜めに南の方へ向けてから傾いてるんよね。そしたらね、柱と柱がこう柱と柱いううちに柱の割れ目があるんですよね。日割れてからこうなってる。そこへ綿ゴミがよう刺さっちゃうんですよ。それがね、ボロ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 燃え出すんだけん。何の火の気もないのに。ほいで、ここが火事になるぞ、火事になると言ったら、そこ出たら、ダーッと火事になって、その家が焼けるようなこと。それだけ広島市内でも、結局そういうような形で、みんな火災になって焼けたんじゃろうと思うんです。その火の番が悪かったけ、火を焚きよったけとかじゃなしに、そういうような自然発火いうようなのがあったんじゃないか私は思うんですよね。とにかく同級生やなん来てからみんなこうなってくるんだけど、幽霊みたいになって、こっからね、皮をこうぶら下げてから来てね、痛いよ痛いよ言ってくる。そのことばっかりだったんですよ。顔の方もなっつってからね、ここらまで下がっとるんがおるやらね、それからここへ見てから顎の方へ見て、薄皮が下がっとるんがおるやらね、そういうのを見てからもうこれがかわいそうのとかどうとかいうことはあんまりなかったですの。いたからのぐらいで、それで薬塗っちゃろうよって薬塗ったりしよるとずるっと皮が剥げるんだけどね、油薬と一緒についてくるんだけどか、どうもなりませんよね。それであんまりよろく塗れません。3時半から4時頃だったでしょうね。それから天満川を渡って元安橋渡って、それで明治橋渡って東松橋渡って、それから今度高野橋で出たんや。それで高野橋まで出る間、とにかく電線引っかかる気過言じゃ乗っちゃゆうちゃんこうやってやるようになった。電線はもう1メートルぐらいのね、電柱が頭が1メートルぐらい残ってね、下が全部焼けとるんだけど、ストンコストンコそのまま落ちとるんや。これだけもう電線が切れたのもあるし、どこをどうやって取ろうかな思えなかったですよね。
ほいでその間に防火用水があってね、その防火用水の中へね、洋忘れませんので、両腕をね、縁にかけてね、前か後ろか、よう覚えてないが、その防火用水の中入って死んどってんじゃけん。ほれそんなの見てね、見てたからましらに出たんだけど、もうそのかわいそうなとかどうとかいうようなことは全然もう頭の中なかったですよね。とにかくおじさんのとこへ帰りたいばっかりで。ほいでその晩に千枚校舎がありますよね。千枚校舎のね、千枚校舎がきれいに焼けとるんですけどね。それの広場でね、まああって余計原爆じゃないもう死体もあっちこっち転げてるけんね、そういうのをトラックに積んでね持ってくるんよね、千枚校舎のとこへ。ほいで夜ねそれを重ねてね、それで油かけてね焼くんだけど、その匂いが飛んでくるんやな。このさあのにね、臭い言うてもね、臭となんとも言うちゃおれんけ。ほいでその時にね、私は思うのは名前が写真にもあったんですけど、こういう名前があったでしょ。ほいでね、名前は分かるわけよね。ほいで死んだ人でもね、ここへ全部ネーム入れとったけんね、名前だけは分かるね。ほいでが今度はその骨をね、焼けた骨を全部拾うて、また次持ってきてそこへ重ねて、それで焼くんでしょ。誰の骨かわからんよね。まあとにかく集めて、とにかくそれで山にしてから上油かけて、それで一晩中ダーダーダー焼くんじゃけんね。それで明るい骨をのけて、それでまた次また下そして焼くんだけんね。真っ暗そうよね。真っ暗なのでところどころやっぱり自動車がおったんかな、なんかライトみたいなのがところどころポコ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 っとこうあるのがあったですね。それで千枚校舎のとこみんなそういうのがとじけん、いやー嫌じゃなあ思うて外に出るの嫌なりよったですよ。いとこやなんかこっちおじさんの家へね帰って連れて帰って他の病院の先生に見てもらったやね。それで見てもらったがみんな背中がやけどしちゃうね。ほいで背中やけどしちゃうな思って歩けれんねんされるのハウスになってね、ほしたらねウジ虫がくって湧くんじゃけんやけどしとる上。ほいでそれ全部散った後ではないんだが、あこに一匹ここに一匹おるのよね。ピンセットマンとかやピンセットあれだせんけ割り箸でねつぼんじゃこうやって伸びちゃったような気が覚えておりますわやそれを。私はこうしてここへ怪我なしに原爆こうしても怪我なしにここまでいさせてもらったんじゃけ、なんとか原爆の人にお手伝いするようなことはできんかいの思うて、そのうちにそこが東広島市ができたぞと、東広島市できたけん今度は市でやらないけんはいうことになって、東広島市原爆被害者の会友の会を作って、それで会を作ったのが記念碑を作らなきゃなったの言うて、お寺でするとなんじゃけん今度は記念碑を作って記念碑でやることにしようや言うて、そこで毎年8月1日を慰霊祭の日としてもうずっと各町へ連絡して、それでみんなに来てもらうて、慰霊式をやりよったんです。お寺さんにも来てもらうて、お経をあげてね。
これ原爆はね、絶対になくしてもらわないけん。それから、たとえね、自分方に持っとるけん言うてもね、持っとったら全部破棄してもらいたい。というのが、今からね、ロケットの弾のね、頭つけられるんじゃけんね、ちゃっと。だけど世界中のどこの時にでも通されるんじゃけん、ロケット飛んでいくんじゃけん。だからね、ロケットが、原爆があったらね、核兵器があったらね、これはもう、人生は絶滅ですよ。うん。私はそう思うと。戦争は絶対にやったらいけない。なんぼ核兵器を使わんけん、何を宣言言うても、人と人との殺し合いじゃけんね、これ。同じ人間が殺し合うような状態じゃけんね。それが戦争なんじゃから。だから戦争は絶対にしたらいけません。うん。それだけはもう肝に銘じて若い子にも絶対に戦争はせんというようにみんな頑張ってもらいたいと思うんですが。